はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。早速いきますね。お願いします。あと私月末に翌月の占星術の動きを見て、私が感じることをメッセージとして公式 LINE でお届けしていますので、ご興味ある方は公式 LINE のご登録もお待ちしております。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、ソードのクイーン、ソードの10、ペンタクルスの10、死神逆、ソードの3逆、女教皇、ワンドの6ですか。はい、気をつけることは対策がワンドの3の逆とカップ10、13枚出てきましたね、逆。そして、オラクルはなんとマジシャンです。ちょっと解説したいんですけど、先にちょっとだけ星の話もさせてください。まず6月の15日が新月になります。でこの新月は双子座で起こる新月なので、何か好奇心が湧いてくるとか、何かを追求していきたいとか、学びたいとかですね、コミュニケーションを取りたいとかっていう欲求が湧いてくるっていうのかな、なんかそういう風になる方も多いんじゃないかと思いますし、お仕事に対してもこれはこうしようとかああしようとかっていう風にご自身の中で何か深掘りしたい部分っていうのが結構際立つんじゃないかと思うんですね。なので言うならば、ヤギ座さんにとってはこの新月っていうのを自分の日常生活の中で何に優先順位をつけるかとか、どうやって自分のやりたいことをやる時間を作るかとか、そういったことをちょっと意図していただくとスムーズにそうなるかなって感じがしました。はい、そしてね、6月の21日以降に、また太陽がね蟹座に入るということでエネルギーが変わってくるんですが、ヤギ座さんにとってはこのパートナーシップというものが光ってきます。強調されてきます。でパートナーシップっていうのはもうなんなら去年からずっともう木星という発展拡大の惑星が蟹座に入っていた時期なので、去年の後半からもうずっとそのパートナーシップって何かしらの動きはあったと思うんです。人に対しての思いが変わったとか、関わる人が変わったとかなんですけど、それが今年の6月30日からまた移動して7月から変わってくるんですね。でその7月以降のエネルギーに関してはちょっと大事なので、ちょっと別枠で解説した動画を撮ります。なんですが、それまでのちょうど21日から30日までの間が本当にすごく光ってるっていうか、最後のクライマックスみたいな感じで、ヤギ座さんにとって必要な関係性や人を通しての学びっていうものが完成されるんじゃないかなって感じがしたんです。なんかとっても大事なことがある気がしたので、何があるんでしょうねちょっとそれは皆さんの中で温めていたことが実際に現実化するのかもしれないんですけど、それがもうまさにカードでも出ていて、もうオラクルがマジシャンっていうのがもう始まりますという、始まりますよっていうお知らせなんですよね。でこれ単に何かのスタートっていうだけじゃなくて、このマジシャンっていうカードっていうのは4つのスートを全部使って、ここから一つの世界が始まるよ、一つの世界を作っていけるよっていうことで、自分の中にあるいろんな技術や才能や知識や経験っていうものを全部使って自分流に自分の世界を作っていくよっていうメッセージだなというふうに思ったんです。そして現状のところもここで死神の逆が出ていて、死神っていうのは基本的には何かの時代が終わるよとか、一つのよくね、肉体が死を迎えることによって何か見えないものというのはまた復活するみたいな、そういった考えもあるかと思うんですけど、何かが終わって何かが始まるんですよね、このカードっていうのは。特に逆位置なのでそれがすごく現れています。でそれがおそらく人を通して何かがあるんだと思うんですよね。
で人を通して何かがある時っていうのは、人を通して自分が変わるのか、自分が変わるから人が変わる、人との関係が変わるのかって、もう表裏一体なので、どちらの可能性もあるんですけども、10というカードが3枚も出ていて、10っていうのはもう1からね成長していって、10がマックスなんですよね。それが3枚も出ていて、なおかつ再生っていうカードやマジシャンっていうのが出ているので、何かヤギ座さんにとっては重要なスタートとなるきっかけがあるんだなって感じがするんですね。で、もうちょっとカードのことを見ていくと、入り口はやっぱりソードのクイーンなので、そんなにガツガツしてないんですそんなになんかめちゃくちゃやるぞとかそういう感じじゃなくて、ゆっくり行こうとか、そつなくやっていこうみたいな、そんな感じで、人に対してじゃあすごい自分が積極的に求めていってるかというとそうじゃないんですよね。来てくれる分にはありがたく受け取るけど、こちらから行くのはちょっとみたいな、もうちょっと疲れましたみたいな感じもあるので、ガツガツしてないんですけど、それなぜかって言ったら、なんかすでに今ある関係性の中でもう豊かさを感じているかなって感じもしました。ここでやっぱりペンタクスの10っていうのが出てるんですよね。ペンタクスの10っていうのは、ご自身が今まで生きてきた環境の中で培ってきた関係性や家族や何か物事ですね、自分は蓄積してきたものが十分にあるよって、自分の中にもそれがあるから、これで十分だみたいな感覚なんですよ。なのでこれ以上何かをやるっていうのがどうなんでしょうね。これ以上何かをやるっていうのはもう違うなって、今の自分に感謝して、今の自分状況にも感謝してやっていこうっていう風になるんじゃないかなと思ったんです。もしくは中にはもうなんか全てを捨ててでもやるみたいな、そういう方もいらっしゃるのかもしれませんけどね。ちょっと今浮かんできてることがあるので言うんですけれど、なんかよく心の状態に従って生きようっていうふうにある時から思って、自分を信じていこうっていうことでいくけれども、そうするとこれまで自分が生きてきたやり方や仕事をしてきたやり方っていうのを全部手放せなきゃいけないみたいな、なんかそういう感じになってる人もいるのかなっていう感じがしたんですよね。何か新しい世界を生きるってなった時に現状は変わってない、別に仕事も辞めるわけじゃないし家族も捨てるわけじゃないんだけど、でもなんか自分は自分らしくいようっていう、なんかもう自分らしく生きるぞっていうふうになんか決めることによって、何かに反発してるように思われたら嫌だなとか、これまで受け入れられても受け入れられなくなってしまうっていう、なんかそういう葛藤もあるのかなって感じがしましたね。そしてここでちょっと気にしてるんですよね。それを誰かを傷つけてしまうんじゃないかとか、自分を傷つくんじゃないかとかっていう、なんか傷つくんじゃないかっていうことを非常に恐れてる感じがします。ここでもソードの10というカードが出ていて、もう自分が犠牲になって我慢できるものであればそうしてきたけど、もうそれは無理ですっていう感じもあるんですよね。もしくは自分が自分らしくあるために自分の体を犠牲にしてきたのかもしれない、これまで。例えば生きていくために仕事しなくっちゃとか思って仕事をしようとする。でもその職場はちょっとなんかいじめとかそういうのがいろんなものがあって、もうしんどいってなって、でも自分の体をもう鼓舞してなんとかそこでやるっていう風にしてたりとか、本当は体は休憩が欲しいけどやらなくちゃいけないっていうことでやることによって体のどこかが傷んでいるっていうこともあるかもしれないけども、そういうのはやめましょうみたいな、もう私は自分に従って生きていきますっていうふうにしたいけど、どこかで責められるんじゃないかという恐れがあるみたいな感じかな。でも責められませんよ、誰にも。本当にそう恐れているだけで。そしてここから女強行にワンドの6ということで、この見えない不安とか漠然としたものをただただどうなのかなとか思うっていうよりも、いや物事ってこうだよねって、今やってる自分が今これをやるのはこのためだよねとか、もちろんこういうリスクもあるけど分かった上でやってますみたいな、そういうなんか理路整然とした理由っていうか、そういうものが自分を救ってくれるみたいな感じがあるんです、今はね。今は、そしてその後にワンドの6ということで勝利なんですね。これは誰かから承認を得るとか、自分はすごく怖くて
責められるんじゃないかなって思いながらやってることが、誰かからそれをやってくれてありがとうって言われたりとか、よかったんだ、やっぱり正しかったんだって思うみたいな感じでしょうかね。でさらにここから何かまるで鳥が飛び立っていくとか、卵を産むみたいな、生まれてくる、ここから生まれてくるものがあるっていう感じです。そして、気をつけることや対策として言われているのがワンドの3とカップの10なんですね。で私が今この絵を見て思うのは、一足飛びにしなくていいよって感じがしました。今せっかく自分の中から生まれる新しい何かがあるっていう時に、なんかいっぺんに何かの状況になるっていうことを望まずに、少しずつ、もしかしたらこれはうまくいって流れたらすごいことになるかもしれないけど、まずは一歩ということで、目の前の一歩をしっかりと自分が納得して進んでいければいいよって、そしたらもしかしたらある時から相乗効果で広がるかもねみたいな、そういうの流れかなと思いました。でもいきなり10を狙えないっていうのかな、なんかまずは一つから、もう一歩一つから、次3つ、でもその次4つ目ってなったら急に6個になったり、急に9つになったりみたいな、ちょっと途中からちょっと倍々になっていく感じはあるんですけど、最初はやっぱり一歩ずつでいいよっていうメッセージかなと思いました。はい、ちょっとこれを踏まえた上でお仕事見させてください。仕事ね、お仕事は何か変わったんでしょうか。ちょっと待ってねワンドのエースにソードのエースにワンドの10というのが今ちょっと出てきました。変わったんですかっていうのは、やっぱり天王星のね動きが4月の末から来てるから、ちょっと突発的に変わるみたいな、何かそれもあってご自身が新しくしようみたいな今ところにいるのかもしれないですね。仕事、なんか仕事って言った時に、ご自身はもしかしたらいやむちゃくちゃ頑張らなくちゃいけないっていうその気合がある、気合があるかもしれないんですけど、エネルギー的には十分こなす力があるっていうふうに言われています。そしてその時にちょっと気をつけておいて、ちょっと、気をつけるというほどでもないんですよ。覚えておいてほしいのが、なんか自分が1から10まで全部やらなくちゃって思ってるかもしれないんですけど、本当はその1から10のエネルギー以上のもっと倍のエネルギーで自分を守られていると思ってほしいんですね。宇宙のエネルギーっていうか、なんていうのかな、なんかもし何か例えばの話でいくとイベントやろうかなみたいになった時に、じゃあ自分が1から10まで全部完璧な計画を立てて完璧に配置してそれを遂行することだけがいいことって思ってたとしても、実はイベントを運行するにはやっぱり天気が応援してくれるとか、たまたまその時なんかいい風が吹くみたいな、なんかそんなのがあったりとか、自分だけじゃない別の人たちの協力もあってそれが完成するとかっていうふうに、多数の、自分ではない多数の応援があって成り立つよっていうふうに言われているので、ご自身で全部を抱え込みすぎないようにしなくても大丈夫ですよって。そして周りの人から支えられてたりとか、周りの人に生かされている自分っていうものを自覚認識することで、さらになんていうのか、安心してそのお仕事とか仕事のようにやりたいと思っていることを遂行していきますよというふうに言われている気がしました。はい、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係、特にね6月21日以降がいいので、光っているので、どうかな。ワンドのナイト、鳳凰、太陽本当におめでとうございますって感じで、とってもいい関係があると思います。誰かとの関係において、すでに関わっている人との関係においても、もう本当に信頼し合えるとか分かり合えるとか、そういう関係、温かい関係がありますし、これからずっと関わっていく人と出会いたいと思ってらっしゃる方は出会える可能性がとても強いですね。でこれなぜ出会えるのかって言ったら、ヤギ座さんが変わるからです。ご自身が自分を信じるから、自分は誰かとやっていける、人間関係うまくやっていけるとか、きっとご縁のある人とつながるはずだって思うからこそつながっていけるみたいな感じがあって、とても豊かな関係があるので、恐れずに関わっていってください。恐れずに踏み込んでいってくださいね。
はい、そんな感じかな。もし何かこのメッセージ分かったよとか通じましたっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントをぜひ残してください。では最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。ヤギ座さんへのメッセージ。はい、これかな。フリーダムですって。鳥かごから飛び立っていってますね。なんかそういう感じですよ。本当に新しくなっていくみたいな、何か自由になっていくみたいな感じがします。はい、ということでここまでにしておきます。今回もご視聴ありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。失礼します。